こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回はクリーパーにブロックを集めてもらい、ようやく溶岩の海の高さを越えられたところまでです。運も味方した感じよね。まあ良かったです。山場を乗り越えることができてほっとしました。あとはただ、廃坑が出てくるまで石を砕いて突き進むだけの簡単なお仕事です。ワールドの果てまで突き進んでなさい。まあその前に、安山岩をクラフトしてブロック等に積んでしまうので少々お待ちを。そういえば、ごくごく最近になってようやく戦力岩と安山岩がどっちがどっちだか覚えられました。今まで何度も覚えようとしてたのに、必要になったらあっさりです。不思議なものです。さて、これでは座標が13の高さまで解放されました。当面はこの高さで廃坑を目指します。ついでに今まで収集したブロックをぼちぼちチェックし始めます。次のターゲットは花崗岩と磨かれた花崗岩、それに羊毛という感じです。でもあっさり廃坑が出てきて、木材の入手が先になるかもしれません。では早速廃坑探し開始です。廃坑デルデル詐欺も始まったわね。さて、少し進んだらとりあえず花崗岩が出てきました。ここでひょっこりクリーパーが出てきてくれればいいですが、まあ通路上は多分無理です。前回までに400メートルほど掘り進んでますが、海洋バイオーム直下でも湧きにくかったですから。洞窟掘り当てないと難しいわね。なお今は、海洋を避けて北側に掘り進んでいます。今はもう海洋真下を掘る度胸はありません。さてさらに10分弱掘り進み、湿地バイオームに入ったところです。あららスケルトンです。今の満腹度ではとても戦えないというのに。あの立ち位置とシルエット、悪者を追い詰めた正義の味方登場って感じよね。今に見ておれ。まああの距離なら身動きできないはずなので放置です。振り返って確認するまでもないです。大丈夫、動いてませんでした。さて2分経過したところなんですが。どうやらまたも私の不戦勝ですね。スケルトンには負け知らずです。何度スポーンされても近づかれないなら土装備で余裕です。近くで音立てるの反則やめて本当に。さらに2分掘り進めたところなんですが、なんだか上の部屋の住民が騒がしくて掘るのに集中しづらいです。こういう時は、大家さんに連絡して注意してもらえばいいのでしょうか。下の部屋で石を砕いているテリーの方が騒音出してるわよ。さらに掘っていくと、水の音やら溶岩の音やら騒がしくなってきました。ぼちぼち何か掘り当てそうな気配です。やっと来たー。リスポーン拠点から90メートルほどで洞窟掘り当てました。でもイメージしてたのと違う。2ブロック下に溶岩海が見えてるような横穴洞窟を見つけたかったのですが、まあいいや。赤キノコですよ。地下で初の植物発見です。まだこのバージョンでは確認してないですが、キノコブロックで入手できるのは赤と茶ブロックの2種類だと思ってます。軸の部分のブロックは多分シルクタッチでも入手できないんじゃないかな。まあそのうち調べることになるでしょう。赤キノコが燃えた。そこそこのレア物逃がしちゃった今どんな気持ち？ここには赤キノコなんてなかったんです。ゾンビ来た？試しに掘り開けてみる？結構大きな音でもまあまあ離れてたりすることもあるんですよね。姿が見えないし厳しいかな。ゾンビの身に何かあったようです。どうせなら私の非常食になればいいのに。なんでそんなに食べる気満々なのよ。さて、だいたい160メートル地点まで来ましたが、ようやくリスポーン拠点の明かりが見えなくなりました。
この辺りからは仮に死んでもアイテムロスとカウンターが止まっているでしょう。少しだけ気が楽です。ちなみにリスポーン地点を出た時にちょうど満腹ゲージが減りましたが、その後ここまで掘り進んできてまだ減っていません。さらに進んでリスポーン拠点から200メートル地点ですが、まだ満腹ゲージは減りませんね。今まできちんと検証したことなかったので、ちょっと持ちすぎていてびっくりしてます。さらに2分後なのですが、先ほどから割と大きめな溶岩の音が聞こえています。やっぱり気になるので少し様子見てみましょうか。譜を見なかったことに。地上の天気は雷のようですが、まあぶっちゃけどうでもいいです。それよりここで、ついに森林系のバイオームが来ました。白樺バイオーム踏破です。この先、森林、そして花の森林と見つけられるとありがたいです。ちなみに前作では地下で7種類の花を集めましたが、花がまあ見つかったのは廃校で土が敷き詰められている部屋と、あと花の森林バイオームでした。さてそれから2分が経ち、水の音や溶岩の音を聞き分けて近くに洞窟がないか探っているところです。ここで、ついに満腹ゲージが減りました。約225メートル地点です。これつまり、骨付き肉一つ分あれば、倍の450メートルも掘って進めるということよね。すごいわね。今までプレイしてきた私の体感の3倍ほどの数値です。びっくりしました。ちょっと考えたのですが、もし廃校が2キロで見つかるのなら、骨付き肉5個分で足りますよね。ひょっとして一度も死なずに廃校見つけちゃったりとか。余計なこと考えてプレッシャーで自滅するパターンね。さて、霧のいい256メートル地点まで着きました。ここで一旦休憩入れますが、まだ続けます。動画1話につき512メートルずつ掘ろうかな、なんて考えていたので、まだ半分です。プレイ再開後5分して、白樺の森丘陵 M に入りました。この動画初の突然変異のバイオームです。前作では、突然変異が近隣のバイオームまでまたいでいるのを何度も見てきています。これは花の森林発見チャンスですね。いい感じです。さて、それから40分ほど掘り進んでいるのですが、何事もありません。まあ何事もないというのは視覚的な問題であって、聴覚的には色々あったんですけど。現在進行形でも発生してるわね。で、ここでようやく白樺を抜けて山岳バイオームに入りました。エメラルド発見チャンスじゃないの。まだ取れないけど見つけておいた方がいいんでしょ？でもシルバーフィッシュもいるんですよ。土装備で戦えないこともないですが、どうしよう。で、少し進んでから気づきました。そういえばデバッグ画面にブロック情報が出てるんですよね。もしシルバーフィッシュが潜んでいれば、ブロック情報でわかるはずです。そうに違いないです。というわけで山岳もまっすぐ突っ切っていきます。さて450メートル地点をやや超えたところなんですが、また満腹ゲージが減りました。やっぱり骨付き肉一つあれば450メートル掘り進められるんですね。さすが炭鉱夫です。そしてさらに5分経過したところです。ついに2つ目の洞窟を掘り当てました。しかも横穴っぽいです。しかし、スケルトンの音が怖すぎ。無理です。とてもじゃないけど無理です。あらいいの？ここもまっすぐ突き進むんじゃなかったの？まあ消えてもらえばいいんですと思って、試しに2回も32メートル離れて待ってみたのですが、なんでかスケルトンが消えてくれません。これは絶対悪いスケルトンですよ。悪いスケルトンなんていないわよ。スケルトンスポナーでもあるのかしらね。まあ無理なものは無理なのでここからは左折です。し
かし、左にそれて30秒もしないうちにエメラルドを見つけてしまいました。どうやらスケルトンはこれのことを教えようとわざと当選簿してたようです。悪いスケルトンなんていなかったんですね。当たり前じゃないの。さらに10分ほど掘り進んでまた洞窟を掘り抜いたのですが、まあ、スケルトンがこう言ってますしね。探索はやめておきます。さて、横に64メートル掘ったところで今回はここまでです。廃坑は見ての通り見つかりませんでしたが、まあまだ焦る段階ではないですね。次回も500メートルほど掘ってみます。どうやらやっと順調を抜け出したようね。それではまたね。バイバイ。